DIY 教室遮音フローリングの施工方法。こちらの床下地に遮音フローリングを施工していきます。マンションなどの集合住宅に施工する遮音性能を持った床材。こちらの道具を使って DIY します。今回は一尺ずらしで割り付けます。まず貼る床面の縦横を測ってそれぞれに中心線を引きましょう。中心からどのように割り付けるか決めていきます。端はカットするので小さくなりすぎないように配置を調整しましょう。壁際に5ミリの隙間を空けて施工します。壁際のカットが必要な1列目の床材を作るために割り付けた2列目の位置に基準線を引きます。1列目の割り付けに合わせて両端の床材をカットしたらそれを2列目の基準線に沿って仮置きします。この時基準線は床材表面の端に合わせておきましょう。壁際の端にはくさびを挟んで5ミリの隙間を空けます。貼っていく方向におざねが向くようにおざねと目ざねを揃えて敷いていきます。継ぎ目をきっちり合わせて仮置きしていきましょう。部屋の反対側の壁まで1列分すべてを並べます。ここで幅定規を作って1列目のカットラインを引きましょう。床材をカットして余った端材の長手の表面から大きくはみ出た側のサネをカットします。今回壁際に5ミリ隙間を空けるためもう片方のサネは残しました。作った幅定規の表面を下側に向けて壁際から床材表面プラス5ミリの幅で線を引きます。引いた線に沿ってカットしたらまずはボンドを塗らずに1列目から仮置きしていきます。壁際にはくさびを挟んで置いていきましょう。無垢の遮音フローリングは目地にもくさびを挟みます。一尺ずらしは列ごとに一尺ずらして配置します。最後の列は手前の列を外したところに仮ではめ込んで幅定規で線を引いて最後の列をカットしましょう。最後の列はすべて連結させた状態で一緒にはめ込みます。かまち部分では5ミリの隙間を取らずにカットします。壁際の端と同じようにカットする列を前の列にはめ込んだらここでは表面の長さに合わせてカットした幅定規を用意してその幅定規をかまちに当てながら凹凸の形に線を引きカットしてはめ込みます。全体に仮置きできたら貼る位置がわかるように番号など印をつけておき仮置きしたフローリングを一旦すべて外します。極根田は
沈み込んでほしくない箇所に敷き込む部材です。同梱されているキワネダ用の板材を幅2、3センチほどにカットして、部屋の壁際や建具の敷居の際などに並べていきましょう。キワネダが入る部分のクッション材を切り取っておきます。壁際にキワネダを入れないと、クッション材の沈み込みによってはばきやかまちなど動かない部分との隙間や段差が生じます。ここにキワネダを入れると、壁際が沈み込まないように施工できます。並べたキワネダを一旦外した状態で、ボンドを出して施工の手が届く範囲で塗り広げます。キワネダを戻して、その上にもボンドをつけます。もしウレタンボンドが床材の表面についてしまったら、溶剤を使ってすぐに拭き取りましょう。仮置きした順番で1列ごとに貼っていきます。サネを強く押し込みすぎないようはめ込みながら、残り1列になるまで貼り進めましょう。最後の1列は隣り合ったサネをすべてつなげた状態のまま一緒に倒してはめ込んでいきます。ボンドが乾いたら壁際のくさびをすべて取り除きます。はばきも変える場合は床を敷いた後に取り付けましょう。壁際に開けた5ミリの隙間ははばきの厚みで隠すことができます。敷居などの隙間にはコーキングを入れていきます。ボンドが乾いたら完成です。